日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は視聴者さんたちから時々質問される背が高いと背の高いの違いについて考えます。ご存知の通り、日本語初級の段階で教科書には田中さんは背が高いですとか、キリンは首が長いですなどの文が出てきます。この主題は主題の一部が形容詞という文については以前のこちらの動画でも紹介しています。まだ見ていない方は後でご覧ください。でも今日はどうして日本人は時々背の高いとか首の長いのようにのを使うことがあるのか、どういう時にはがの代わりにのを使うことができるのか、どういう時には逆に使えないのかっていうことについてご紹介します。私も以前は知らなかったんですが、このがとのの両方が使える現象のことを専門用語でがの交代とかがの可変と呼ぶらしいです。一般の日本人でもこの言葉を知らない人がたくさんいると思いますので、これは覚えなくてもいいんですけど、このがとのについてある部分はまだ専門家たちの間でも意見が分かれているそうなので、今日は今のところはっきり分かっている点についてだけ話そうと思います。まずこのような文があります。田中さんは背何々高いです。キリンは首何々長いです。当たり前の話ですけど、さっき出てきたような高いとか長いの後ろに何もついていない場合やですやだなどの言葉しか続いていない場合はのとがのどちらを使いますか？もちろんがですね。この場合のを使うことはできません。ですから田中さんは背が高いです。キリンは首が長いです。こうとしか言えません。このことからがの前にある言葉は後ろに続く形容詞や動詞の主体を表すことがわかります。文法用語になりますけど、このががよく主格の助詞と呼ばれているのはこういう理由なんですね。逆に田中さんは背の高いですとか、キリンは首の長いですという文は間違いですね。一般的にはのは後ろに続く名詞を修飾する助詞です。修飾っていうのは説明するとか具体的に言うっていう意味ですね。ですから田中さんの本とかキリンの首とか後ろに名詞を続けるのが普通なんです。のの後ろに形容詞とか動詞を続けることは普通はありませんよね。ちなみに時々このような嬉しいコメントをくださる視聴者さんがいらっしゃるんですけど、これもちょっとのの使い方が間違っていますね。春先生の最高ですじゃなくて、春先生は最高ですとか、春先生の動画は最高ですなら正しいですね。でもコメント本当にありがとうございます。じゃあこのような場合はどうでしょうか？田中さんは背何々高い人です。キリンは首何々長い動物です。こういう場合は背が高い人でも背の高い人でも両方大丈夫ですし、首が長いでも首の長いでも両方正しいです。意味も全く同じですので好きな方を使うことができます。つまり後ろにある名詞を修飾する場合はがでものでも大丈夫だっていうことですね。こういう場合だけはこののは主格を表すことができるという例外があります。次の文はどうですか？
これは私何々書いた本です。これもがとのどちらを使っても大丈夫です。さっきと同じで形容詞や動詞の後ろに名詞、つまり本という言葉が続いているので、このような場合は私の書いた本とのを使っても、これはがと同じように主格を表すことができるっていうことですね。ではこのような場合はどうでしょうか。これは私何々古い旅館で3年かけて書いた本です。この文は私っていう言葉と本という言葉の間にいくつかの単語が挟まっていますね。もしさっきのように私何々書いた本だけなら、私が書いた本でも私の書いた本でも大丈夫なんですけど、こんなにたくさんの要素が間に入っているときはがを使った方が分かりやすいですね。この文でがを使った方がいいもう一つの理由は、この場合もしのを使うと意味が曖昧になってしまうからなんですね。私が旅館で書いたって言いたいのに、もし私の旅館で書いたというと、私は旅館のオーナーだっていう意味に取られてしまうかもしれません。曖昧な意味になる可能性がある別の例もあります。私何々好きな人はあの人です。これは私が好きな人でも私の好きな人でも文法的には大丈夫なんですけど、これら2つの意味が全然変わってしまう可能性があります。私の好きな人なら私が好意を持っている相手っていう意味になりますね。でも私が好きな人っていうと、私が好意を持っている相手っていう意味にもなりますが、もう一つ私に対して好意を持っている人っていう意味にも解釈できるんです。これだとどちらの意味なのか分かりにくくなってしまうので、私が好意を持っている相手という意味ならのを使った方がいいですね。この点については以前のこちらの動画でも紹介したんですけど、がっていう助詞は主格を表す以外に感情の対象、誰々が好きとか嫌いとか、こういう感情の対象を表すこともあるので、このようなややこしいことになってしまうんです。ただもし私のことが好きな人のようにことがを使えば、私に対して好意を持っている人という意味だとはっきりわかります。ちょっと話がそれてしまいましたけど、それでどちらかを使うと意味が曖昧になってしまう場合は、その言葉を避けた方がいいということになります。のを使うと曖昧になる場合はがを使って、がを使うと曖昧になる場合はのを使うということですね。じゃあここからはどちらかしか使えないわけではないけど、どういう場合にどちらの方が使われることが多いかの傾向の話になります。まずがでものでも同じ意味になる場合、比較的年配の方はのをよく使い、そして若い人はがをよく使うという傾向があるようです。日本の古文を見ると何百年も前からこの主格ののが使われていたことから、年配の方はこの伝統的な使い方に慣れている可能性があります。ですから一つは年齢的な傾向ですね。またある人たちはがっていう発音は聞いた感じ、これは濁音だしあまり綺麗ではないと感じるそうなので、詩などではなるべくがよりものを使うようにしているという話を聞いたことがあります。ある人たちはのの方ががよりも響きが柔らかく感じるっていうことですね。これはもう完全に好みの話になりますね。ですから自分が好きな方を使えばいいということになります。ではこんな文はどうですか？これは
風の谷のナウシカ何々言ったことです。これもがでものでも間違いではありませんが、この文の主語は風の谷のナウシカのようにすでにもう2つののがついていますね。こういう場合はのが1つの文にあまり多くなりすぎないようにがを使った方が文がすっきりしますね。それで1つの文の中にのがたくさん重なる場合は代わりにがを使って、逆にが多すぎる場合はのを使うことでバランスを取るようにしている人もいます。では最後にこの文学作品の題名を当ててください。注文何々多い料理店。これはのです。注文の多い料理店ですね。今からちょうど100年ぐらい前に作家の宮沢賢治さんという方が書いたすごく有名な物語の題名です。もちろんのをがに変えても意味は同じですが、一つは少し前の日本語なのでより伝統的なのを使っているのかもしれません。また聞いた感じががよりのの方が柔らかい感じがするので、こちらが選ばれたのかもしれませんね。ですから文学作品や詩などではこのようなのが結構よく使われています。わかりましたか？今度からのかがかにぜひ気をつけながらいろいろな日本語の文を観察してみてくださいね。この他にも日本語の面白い点についていろいろ動画を作っています。見逃したくない方はチャンネル登録をお勧めいたします。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。